はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、キウイイヤーズイーサープレイナードライバーモデルです。有線モデルのレビューは久々って気がするんだけど。そうね、1ヶ月ぶりくらいかしら。ここからはまた有線モデルのレビューが続くと思うわ。そうですよね、ジャックさん。そうなると思うよ。今回レビューするイーサーはプレイナードライバーが 15.3mm 大口径なのが特徴ですね。手持ちのモデルでは 14.8mm が一番大きかったかな。そうだと思うわ。小型化された 13mm 台が流行りかと思ってたんだけど。そうだね。プレイナーモデルは一時期のように頻繁にリリースされてはいないけど、いろいろなメーカーから定期的に出てくる感じ。で、キウイイヤーズだとプレイナー団体ではメロディーぐらいしか思い出せません。はい、まず価格は上の通り。アリエクの方が安く買えそう。収納ポーチ付き。この価格だったら 3.5mm と 4.4mm を交換できるジャックだったらよかったのに。確かにね。視聴の第一印象どうだった？ちょっと聞いただけで好きなバランスだったんで、第一印象はかなり良かったよ。外観はフェイスプレートが綺麗で好きな感じ。エッジ部分が金属製で、その他のボディ部分は樹脂製。少し厚みを感じますが、測ってみるとそうでもないかな。片側 6.6g と軽いです。音漏れの心配もないですね。ノズル先端部が 6.4mm なので、普段使用しているイヤーチップだと装着した時に少しきつく感じるかもしれません。イーサーの特徴としてメーカーさんは上のようなことを言ってるね。これってどうなの？ちょっとオーバーかな。確かにサウンドステージは広く感じるけど、オープンバック型のヘッドフォンというほどではないと思う。でも空気感のある臨場感あふれるサウンドっていうのはその通りだと思ったよ。さて、イヤーチップの測定結果です。7.5kg と 8kg あたりでピークが2通りに分かれて見えます。8kg あたりにピークがある方がその先 10kg までの減衰は少なめです。7.5kg あたりにピークがある方は 10kg 以上で結構ばらけて見えます。ジャックさんはどっちを選びますか？イーサーは3から 5kg あたりを少し抑え気味だから、その先の立ち上がりが早い方を選びたいんで 7.5kg にピークがある方だな。バンドルイヤーチップ3種の傾向はかなり似てて、いずれも 8kg あたりのピークか。だからまたベルベットを選んだのね。まあそうなるね。ベルベットはあまり癖を感じないから。今回の比較モデルはどうなるのかな？全部プレイナーモデルでしょ？もちろん。まず同メーカーのモデルメロディーは比べてみたいね。もう売ってないみたいだけど。それから1万円台からは T ハイファイドゥドゥ、これは外せない。そして3万円台の 7Hz タイムレス2。イーサーが2万円台だから1、2、3万円台と価格帯別の比較も兼ねてるんだね。そうなるね。波形は聞き終わってから見てみるとして、まず聞いてみよう。はい、そうしましょう。ではサウンドチェックいきますよ。音量上がります。
コメントで大体お分かりいただけたと思います。波形の画像がまだでしたので表示しますね。タイムレス2に似た音だったように思ったんだけど、比較3モデルの中では一番波形が似てたんだね。そう、6キロ以上の差、特に8キロあたりが波形通りで、イーサーの方が鋭かったね。低域は波形通り、タイムレス2の方が圧を感じた。ドゥードゥは歪み系ギターのキャラの違いがはっきりしていましたね。3から5キロあたりの出方の差で、ここがよく出ているモデルは、ボーカル、歪み系ギターなどが前に出てくる。8キロあたりはあまり出ていないけど、前後の帯域の出方とのバランスもあるからね。実機はかなり印象よく、1万円台のプレイナーモデルでは買いだよな。そうだったね。メロディーはやはり低域寄りのバランスで、広域の伸びが足りなかったかな。そうだね。今、実機を聞いてみたけど、収録音の比較ほど広域が伸びてないってこともなくて、広域が聞こえやすい人、低域好きの人にももちろん合う。聞き疲れしにくいから長時間のリスニングにはとてもいいよ。いろいろ聞き比べた上でイーサーを聞いた印象は、低域は比較モデルの中で波形では一番出ていないことになっているけど、実機で特に不足感があるわけではない。割と硬質で曖昧な感じが少ないので、全体を聞きやすくしてくれている。中域はこの資料にもあるけど、300から 800Hz はモニターのようにフラットということで、確かにあまり落としていない。低域との差分があまりない分、余計フラットっぽく感じる。タイムレス2もここは似た感じだけど、低域とのレベル差はあるもんね。そう、中域から中高域にかけては2キロ手前から立ち上がってきていて、2.5 キロあたりに小さめの山がある分、ボーカル系が沈むこともあまりない。3から5キロを控えめにし、7.5 キロあたりを大きく出すことで広域を作っているので、空間の広さ、臨場感がある。音で埋め尽くさないチューニングってことですか？7.5 キロあたりだけが突出しているけど、耳に痛くなるような質感にはなっていない。ハイハットの刻みは綺麗だし、シンバルも繊細だけど、前に出てきてうるさくなるようなことはなかった。10キロ以上に関しては比較3モデルの中では一番出してないね。確かに。ただ大きく減衰することなく一定レベルを保ってる。この辺りの調整もあって広域が痛く感じないんだろうと思う。全体的にはオープン設計じゃないけど開放感ある。スピーカーのようなサウンドっていうのは言い過ぎとしても、新たに設計されたチャンバーと改善された通気性ってとこ、この資料通りってことだな。全体的にタイムレス2に似た感じですが、価格はタイムレス2の方がお高めです。音質に差を感じました。タイムレス2の方がやや低域寄りのバランスに感じる程度で、差は特に感じないよ。タイムレス2はチューニングノズルがいろいろ付属していて、キャラ変できたりバンドルケースが凝っていたりと、本体以外にもコストかけてるから、本体の比較で考えたら変わらないんじゃないかな。イーサーを聞いた印象はかなり良かったよ。ズバリおすすめですか？そうだな。ボーカル中心で聞く人には中高域がよく出ているティーンハイファイドゥードゥの方をおすすめするけど、そうじゃなければおすすめ。やっぱりそうですよね。よくわかります。愛もイーサーをよく聞いてから判断します。はい、ということで QE イヤーズのプレイナードライバーモデルイーサーのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。